こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？はい、私は元気です。はい、今日は皆さんにとてもいいニュース、お知らせがあります。はい、勉強する前にちょっと聞いてくださいね。はい、新しいいいサービスを始めました。皆さんにとっていいサービスだと思います。はい、それは、この一番左に書いてある先生に何でも質問できるというサービスです。はい、これは何ですかね。はい、そうですね。これ、皆さんいろんなこと質問わからないたくさんありますね。そう、それ何でもいいですよ。私に聞いてください。はい、JLPT の勉強のことでも、仕事の日本語、ビジネス日本語のことでも何でも大丈夫です。はい、レベルも N5 ぐらいから、まだ始めたばかり、ひらがなカタカナわかりませんでもいいですの人から N1 レベルの人まで、いろんな人、誰でも大丈夫です。私答えます。はい、もちろん私が答えますので、はい、安心してください。他の先生じゃありません。私です。はい、勉強のことだったら、例えば JLPT のテストについてどうやって勉強したらいいですかとか、もうテストが近いから何をやったらいいですか、テストの練習とか、あとどうしよう、もう時間が少ないんですけどどうすればいいの、読解リーディングとか、はいはいはいね、何でもいいです。聞いてください。で、これ申し込みの仕方がとても簡単です。これね、これ Google の、Google カレンダーを使ってます。見ると、あ、これって言ってね、ここクリックすると、こういうふうにカレンダーが出てくるので、あ、私この時間がいいですというのをポチッとクリックしたら、もう簡単に申し込みができますから、ぜひ、はい、早く、お早めに早くですね、申し込んでください。それも7月27日までのサービス限定と考えています。はい、ずっとしますじゃないから、ぜひ今聞きたいという人、ぜひ聞いてください。はい、今度のすぐの JLPT する人ももちろんね、はい、聞いていいし、次のあと6ヶ月後、半年後の JLPT を受けます、やりますという人も、勉強どうやってすればいいかというの、それ聞きたいですという人でももちろん OK です。はい、ですので、ぜひぜひ時間が合うところに申し込んでください。そしてここにも書いたんですけど、そう JLPT の勉強してる人でも、ビジネス日本語、仕事の日本語勉強してるんですって人でも、誰でも OK です。そして、そうですね、あなた一人です。あなた一人と私一人で答えますので、他の人いませんから、何でも聞けますね。聞きやすいですね。そしてこれは皆さんにお金を払ってもらいます。ですので、それはクレジットカードでお願いします。ですが、カードがない人、クレジットカードない人でも大丈夫です。日本にいる人だったら、コンビニでビザカードが簡単に作れます。実は、このバンドルカードというのがあって、そのアプリ、スマートフォンのアプリからカードが作れますから、とても簡単です。今までもたくさんの人これで、そうカード作ってくれて、お金を払ってくれてます。大丈夫です。できます。コンビニで簡単にできるので、ぜひこれね、カード持ってない人はここの、ホームページアクセスリンク見てみてください。大丈夫です。で、これ注意は、予約時間を変えたい、予約したんだけど時間変えたいっていう人は、私にメールをください。ここで予約キャンセルっていうボタンがあるんですけど、それをやってもキャンセルできないので、メールでください。はい、でキャンセルできるのは、予約した時間の24時間前までですので、お願いします。はい、
ではあとですね、まだいいことあります。皆さんにプライベートレッスン N2 と N1 の人のプライベートレッスン、今だけ 50% オフでやります。はい、半額です。おお、はい。これも7月27日までの予定です。はい。ですので、今までまだプライベートレッスンやったことないという人、ぜひやってみてください。はい。グループレッスンもいいんですけど、やっぱりプライベートはプライベートでいろいろ質問もしやすいからいいと思います。で、これも、N2 の方は N2 勉強してる人とか、あと仕事の日本語、ビジネス日本語やってる人はこっちに申し込んでください。で、N1 の人はこちら。はい。ですね。で、これもアクセスクリックすれば分かります。あなた何の勉強したいですか？この時間、授業の時間、レッスンの時間、何勉強したいっていうのを書いてくださいね。読解でもいいし、語彙文法でもいいし、仕事の日本語でもいいし、何でも大丈夫ですので、あなたが勉強したいこと書いてくれないと私もわからないので書いてください。お願いします。はい。では、まずはここのリンクですね。このリンクを、今日のビデオの下のところにリンクが書いてありますから、そこからアクセスして申し込みしてください。待ってます。そしてあとは、ビデオで勉強するというのもあります。時間が合わない、どうしても時間が合いませんという人はビデオでも勉強できます。ビデオレッスン、ビデオコースたくさんありますが、その中でも JLPT だと、例えば読解、リーディングのビデオだとこの2つが特に今おすすめです。読解問題ですね。 JLPT の読解問題の、テスト、どうやって勉強すればいいか、あと合格するための読み方というのがあります。どうやれば合格しやすくなるかというのがあります。テクニックあります。このステップ1のビデオ、特におすすめです。私説明しました、授業の時。はい。で、授業のビデオなので、皆さんもね、授業に来ているように見られますから、ぜひぜひおすすめ見てください。で、これステップ1とステップ2ありますが、絶対どっちも見なければいけないわけではありません。例えば、練習たくさんやりたいですって人は、こっちのステップ2の方がいいかもしれないです。はい。こっちで、あ、そうか。どうやって読めばいいかよく分かったというふうにステップ2得になると思いますから、はい、どっちもいいと思いますよ。ステップ1だけでももちろんいいですしね。ですので、これも私の今日のビデオリンクの下のところにアクセスリンク書いてありますから見てください。そして、いやもっと短いビデオでいいんですという人はこれもおすすめです。これもやっぱり読解ですね。中文のやり方、合格の方法、1時間説明してます。どうすれば合格しやすくなるか、テストの時どうやってテストの時間を使えばいいかとかテクニックがあります。それをシュッと1時間でまず話しているのがこのビデオです。はい。ね、N2 と N1 あります。はい。どちらもおすすめです。合格の方法しっかり説明してますから、ぜひぜひテスト前でもう時間ないんですという人はぜひこれいいと思います。この2つね、おすすめです。はい。では、この申し込みリンクは今日の下、ビデオの下のところに書いてありますから、そこからアクセスしてください。ビデオリンク下です。オンラインレッスンと書いてあると思います。ぜひぜひ来てくださいね。お待ちしてます。では皆さん勉強ね、頑張ってください。いつも応援しています。問題はこれです。ニュースで使われる日本語です。はい。問題を読みます。1000ほどですか？これ1000ほどじゃなくて
読み方は先ほどですね。そうです。先ほど沖縄で地震がありました。詳しい情報が入り、お伝えいたします。はい。ここに何が入りますか？これが今日の問題です。はい。答えは一つです。どれですか？全部同じ漢字が書いてありますね。はい。漢字の読み方は何ですか？次、大、次大じゃありません。これで、次第ですね。そうです。次第、次第ですよ。3つ読み方。次第。はい。次第、次第で、次第に、次第の。どれですか？N2 文法にはこの次第という文法がたくさん出てきますね。はい。もう勉強している人はよく知っているはずです。はい、そうなんです。大事です。この文法。さあ、どれですか？次第。はい、じゃあ答えです。いきましょう。まずここよく見てくださいね。入り。動詞は何形ですか？考えましょうね。それでこれというのも決められますよ。はい。じゃあ答えはこれです。何もつきません。でにのつきません。次第だけです。はい。できましたか？説明します。はい。間違えていても大丈夫です。そしてこれはとても覚えやすい文法です。この次第は。はい。これは次第。これ前と後ろに来ること X です。ABCD の X。ちょっと小さいから大きく。ちょっと待ってくださいね。これですね。次第。X 次第 Y です。で、X は X が起きたらすぐ Y になります。すぐが大事です。はい。これ。今日の問題もそうですね。見ましょう。先ほど意味はちょっと前にの意味です。はい。先ほどだから5分前でもいいですよ。10分前でもいいですが、ちょっと前に沖縄で地震がありました。ニュースでね、よくありますね。こうニュースしてたら突然新しいニュースで、今新しいニュースです。今沖縄で地震があったそうです。これです。その時によく使う日本語。先ほど沖縄で地震がありました。詳しい情報。詳しい情報はインフォメーションですね。詳しいはもっとたくさんのです。details。詳しい情報が入ります。入る。情報が入ると言います。情報が来る。ここに来る。入る。情報が入ったらすぐに皆さんに話しますよ。お伝えしますよ。レポートしますよ。伝えますです。これね。伝えます。はい。という意味ですね。だから X が起きたら情報が入ったらすぐにあなたに言います。この意味です。はい。ですから、この大事なのはすぐにです。すぐします。すぐ Y をします。これ覚えておいてください。形はマス形です。ここ入ります。マスがなかったですね。入ります。マスさよなら次第です。入り次第お伝えします。Y します。入ったら情報が入ったらすぐに伝えます。これです。はい。これが答えです。ですので、問題をテストの時問題見た時にこれはすぐしますか、ここをすぐする必要があるかよく見ましょう。これしてこれが起きたらすぐに Y する。すぐ伝えるんだ、すぐだ、情報必要だから、地震の情報は必要だからすぐに分かりますね。そうやって答えを選びましょう。じゃあ他は
でとかにとかのあります。次第で、これではありません。次第で、はい、次第でですが、これは文法があります。次第で、何々次第では N2 文法です。はい、今日は説明しないんですが、これも大事な文法ですから、あれなんだっけという人、ぜひ自分の本見て調べてくださいね。次第で、これとは使い方違います。すぐにじゃないです。はい、じゃあ次第には何？これはないですよ。ありませんよ。にはない。次第のない。これもない。はい。だからでが何もないですこれね。はい、気をつけましょう。N2 文法、どうしてか次第という文法が多いんですね。なので頭がこうぐちゃぐちゃになってしまう人もいるので気をつけてくださいね。はい、まず今日はこの次第 X 次第すぐに Y です。これ X 次第はすぐにする、何かをする、 Y をするで覚えましょう。はいね。はい、さあどうでしたでしょうか。文法ね、難しいですができると楽しくなっていきますので、やめないでください。勉強をやめないで続けることが大事です。はい、そして、JLPT のために皆さん一生懸命勉強してると思います。私読解も教えています。読解 JLPT の読解難しいですので、はい、教えてます。Zoom で教えてます。もし時間がある人、Zoom で一緒に私と勉強しませんか？ Zoom の時間は毎週土曜日18時、夕方の6時です。その時間と毎週月曜日の朝9時からしています。もし時間が合う人、ぜひコースに入ってください。はい、そしてこの時間はダメなんですという人はビデオレッスンに入りましょう。こちらのビデオレッスンでも同じように読解全部勉強できます。はい、こちらは好きな時間に見られます。何回でも見られます。ビデオですからね、いいですね。そして、本を買わなくていいです。JLPT のコース入った方は、Google ドライブで問題を見せますから本を買わなくていいです。はい、こちらもとても人気があります。はい、Zoom レッスン、ビデオレッスン入りたい方、ぜひ、申し込みしてください。そして、私は N2 の読解と N1 の読解も教えています。そしてビジネス日本語も教えています。会社の日本語です。会社でどうやって話せばいいですか？メールどうやって書けばいいですか？電話どうやってかければいいですか？難しいです。勉強してます。はい、もしよかったらここもZoom レッスンしてますから来てください。とビデオレッスンありますよ。はい、Zoom レッスン入りたい人、今からは6月から入れますので申し込みをしてください。申し込みは5月15日までです。はい、時間がもう少ないですね。急ぎましょう。はい、この後だと申し込み7月からのコースになってしまいますから早く申し込むといいと思います。待ってます。はい、じゃあ、Zoom もビデオレッスンも申し込みはここからできます。mosh.jp この URL が下のところに書いてあります。リンクありますから、そこをクリックして申し込んでください。はい、今日のディスクリプションとあとはメッセージのところにも書いてあります。はい、待ってます。では、こういういろんなインフォメーション、私の Twitter からもしています。私の Twitter、ラーニングジャパニーズアットマーク日本語クラス、これリンク下に書いてあります。そこからフォローしてください。はい、じゃあまた皆さん勉強しましょう。毎日少しずつ勉強するだけで合格に近づきますね。はい、ですので毎日ちょっと一緒に勉強しましょう。じゃあ、また今日もありがとうございました。ビジネス日本語、会話の勉強してます。どうやって会社で話せばいいか、上司の人と、または同僚と、または
会社の相手の人、仕事の外の人ですね。自分の会社じゃない人、外の会社の人とどうやって話せばいいですか？会った時もそう、電話どうやって、どちらも大事です。そして難しいのでそれを練習してます。そしてビジネスメールです。はい、メールは本当に難しいですね。これは日本人の私でもいつもどうやってこれで OK? ってちょっと心配になる時もあるくらい難しいです。はい、じゃあ例えばどういう言葉を使うのか、この会話の時もメールの時もどういう言葉使うか、30個ちょっと例を書いてみました。はい、皆さん見てみてください。ちょっと待ってください。字が小さいですけど、じゃあですが今日は例を見せるだけなので、私がもう読みます。パン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 と読んでいきますので、あ、知ってるとか、初めて聞いたとか、何それとか、意味わかんないとかね、かもしれないですけど、言ってみましょう。いきます。ですが皆さん、これは私のクラス入ったらちゃんと本を使って勉強しますし、本には翻訳が書いてあるし、来週この勉強しますから先に自分で勉強しておいてくださいね、予習ですねとちゃんと言ってますので、それを準備してクラスに来れば大丈夫です。そして授業の時にも分かんなくて、質問することももちろんいつでもできますので、はい、じゃあ行きましょう。でもね、ただ何にも知らないと、何にも言葉分かんないで本当に会社に入ってしまうと、日本人が何を言ってますか、友達とは日本語分かったのに会社の人はなんか全然分かんないなります。はい、ですのでちょっとでもね、私の授業で少しこの言葉聞いたことあるとかだと、働き始めてからいいですね。もっと仕事に集中できますね。仕事できる。日本語がじゃなくて仕事しなきゃいけないですから。日本語使ってエンジニアの仕事するとか、日本語使って何かをするんですね、皆さん。日本語使ってホテルで働くとか。だからずっと日本語って言ってると仕事できませんから。言葉がわからないとまずダメです。仕事ができない。はい。じゃあ行きましょう。例えばこれ、問い合わせ、先方、下見、恩を売る、人の手と書いて人手、ほんの気持ち、はい、よく使います。ニーズ、はい、漢字難しい。親睦、案件、恐縮する、方針、見積もり、不備、納入する。はい、どうですか？いくつ知ってますか皆さん。次、何々の案、きめ細かい、業績が伸び悩む、中堅、中堅聞いたことある人いるかもしれません。人脈を築く、直帰する、円滑な、これも円滑なは JLPT にも出てきますね。聞いたことある人いるかもしれません。はい、了承、踏まえる、はい、立て込む、業者、はい、これも大事。議事録、ペース、取り扱い、ほうれん草、食べ物、野菜ですか？はい、野菜ですね。でもこれビジネスでよく使います。働きかける、これ働きますじゃないです。全然意味違います。はい、ビジネスの言葉です。働きかけてください。なんだ、私働いてますよ。違うんですね。全然意味違います。はい、何でしょうか。はい、こういうことをですね、勉強します。はい、少しでも知ってると、やっぱり働き始めてから自分が楽です。はい、先輩にも何でもかんでも全部質問しなくていいですよね。私と一緒にまず準備する。はい、しましょう。これから仕事したい人も実際にクラスで勉強してますし、もう日本で働いてる、または日本人と働いてるんだけどまだまだ自分の日本語足りないと思って勉強している人もいます。はい、皆さんとっても頑張ってます。はい、私も一緒に頑張るという人はぜひ来てください。はい、待ってます。毎週日曜日19時からしています。
はい、私ズームレッスンとあとビデオレッスンもあります。今日の問題は N2 5位。はい、今月は外食をしすぎたのでになってしまった。何になってしまった？はい、漢字ですね。漢字読めますか？大丈夫ですか？はい、漢字読み方見せます。上、大事です。これ節約、これ支出、はい、これこれちょっと漢字は簡単ですね。赤字と読みます。はい、これも大丈夫。漢字簡単。黒字、黒と赤、へえ、ね、はい、これ全部 N2 の語彙ですよ。大事ですよ。読み方も覚えましょうね。はい、じゃあ答えはどれですか？何になってしまった？上からいきます。節約ですか？違います。節約、出たのでこれだけちょっと先に言いましょう。節約大事ですね。語彙大事です。セービングマニーですよね。節約は分かりますね。よく使うからきっと知ってる人多いと思います。これじゃないです。答え違いますよ。今月は外食をしすぎたので、外食はレストランで食べます。家で食べません。外で食べますの意味です。はい、日本のレストラン高いです。外で食べるとお金がたくさんかかります。たくさんお金を使ったんです。だからお金使ったから節約しなければならない。はい、使わないようにしなければいけませんね。これですね。節約しなければならない。だったら OK です。これだったら OK。節約しなければならないならいいですが、問題は違いますね。何々になってしまった。てしまった。これは悪いこと。何々になってしまった悪い結果です。悪いこと。何の悪いこと？どれですか？悪いこと。はい、これじゃない。支出ですか？赤字ですか？黒字ですか？答えいきます。答えは赤字です。赤字、赤字、赤字。赤字、意味は英語はこれです。はい、赤字の意味は、皆さん仕事します。そしてお金をもらいます。会社からお金をもらいます。給料ですね。はい、給料もらった。じゃあそれが、じゃあ例えば20万円もらいました。20万円もらって、今月私は30万円使いました。使った。旅行に行ったとかいろいろ使った。うわ、30万使った。10万円ないですね。まあ10万円は多分貯金してました。銀行に入ってた。持ってた。だから銀行のお金を使った。はい。これ、自分の給料とか持ってるお金よりたくさん使います。これが赤字です。はい。反対に赤の反対、黒。黒字はその反対です。はい、黒字だったら給料が20万円です。給料20万円でも使ったのは5万円です。5万円しか使わなかった。そしたら15万円は使わなくていいです。貯金しますね。はい、ですから今月は黒字です。たくさん使わなかった。はい、黒字で OK です。今私は自分の給料サラリーで説明しましたが、これよく会社の店とか、そうですね、大きい会社の入ったお金でよく使う言葉です。今月のお金、お客さんからもらったお金が多かったら、失礼しました、多かったら使った分は少ない、使ったのは少ないですだったら黒字になります。反対は赤字、いっぱい使っちゃった。お客さんからもらったお金、それがじゃあ20万円。20万円より私は30万円使った。そしたら10万円たくさん使ったから赤字です。10万円赤字と言います。はい。で、あとの一つも大事です。支出。支出。読み方も大事ですね。支出はですね、これ、はい。意味は
お金を使うことです。お金を使う。でもちょっと難しい言い方をしています。支出が多い。今月は支出が多いと言います。それは使ったお金が多い。これです。たくさん使ったの意味です。だから支出の反対はお金もらいます。だから収入です。もらうこと、インカムです。もらうのは収入、使うのは支出。覚えましょう。ビジネスでよく使う言い方です。なんですが、N2 でも大事な N2 の語彙です。覚えましょう。はい、難しいですね。ちょっとね、漢字の読み方、漢字の意味、そして使い方、気をつけて覚えてください。これ全部 N2 です。はい。そして私この情報、Twitter からも連絡をしてます。Twitter してる人、私をフォローしてください。この、リンク、Learning Japanese@ 日本語クラス、このリンクも下に貼ってあります。はい、ぜひ私をフォローしてください。いろんな情報、これから、もっともっと出していきます。取引先から、もうこれ難しいですね。はい、取引先はこれは自分の会社と相手の会社、一緒にビジネスをしている相手の会社のことを取引先と言います。はい、取引先から追加注文の電話がありました。電話です。ビジネスの電話。難しい。はい。もう友達と電話、日本人の友達と電話するのも簡単じゃないですよね。顔が見えませんから。何？怒ってる？笑ってる？わからない。でもビジネスです。ビジネスの電話。これはもっともっと難しいです。はい。これも私のズームレッスンで勉強しています。じゃあこれが一つの例です。いきますよ。今日取引先の人と私電話で話します。取引先の人が言います。すみませんが、先週発注した商品を50個追加で送っていただけますでしょうか。はい。はい。何と言いますか。はい。もうここが全然わかりませんという人ね、はい、頑張りましょう。はい、先週注文しましたの意味ですね。これ発注とビジネスで言う言い方です。50個もっと送ってくださいと言っています。送っていただけますでしょうか。いただけますかじゃなくて、いただけますでしょうか。とても綺麗な日本語です。ビジネスでは綺麗な日本語を使います。はい、これですね。じゃあ、はい。ここで、はい。ここ、はい、OK ですの意味が欲しいです。はい、OK です。でも、もちろん、はい、OK です。ビジネスで絶対にダメです。ダメです。はい。じゃあ、何と言いますか。答え、この中に一つだけあります。読みます。いきます。かしこまります。かしこまります。承知いたしました。承知いたしました。承知です。承知です。了解しました。了解しました。はい、どれがいいと思いますか？はい、聞いたことがある日本語、中に入ってると思います。はい、一番いい答えは、この中で、これです。承知いたしました。承知いたしましたが答えです。これです。承知いたしました。承知いたしましたは承知するという動詞です。意味は分かりましたの意味です。いたしますは謙譲語ですね。謙譲語。承知するじゃなくて、するが謙譲語に変わります。いたしますになります。だから承知いたします。これで一つの言葉。分かりました。はい、分かりました。はい、OK ですの意味です。これね。はい、分かりました。じゃあちょっとこっち行きます。かしこまります。これちょっとだけ日本語違いますね。かしこまりますじゃなくて、かしこまりましたですね。かしこまりました。はい、聞いたことがありますね。これね。はい、かしこまりました。かしこまりました。かしこまりました。ちょっと日本語、言いにくいですね。難しい。かしこまりました。はい、これだったらOK です。これだったら100点。でも、かしこまります。違います。日本語にありません。私が作りました。ないです。はい。かしこまりましたか、承知いたしました。どっちでもいいですよ。
答え。これはダメですよ。これはないですよ。じゃあこれ言いましょう。上司とか取引先、ビジネスをしている相手の会社の人ですに、その人には丁寧に話しましょう。綺麗な日本語で話さなければいけません。それ一番綺麗なのがかしこまりました。次が承知いたしました。承知しました。これですね。上が一番丁寧です。はい。ここ先輩でもいいですよ。会社の先輩でもいいです。これ使いましょうね。はい、そしてこれ同僚に。同僚は何ですか？同僚は一緒に働いている自分と同じレベルの人。先輩じゃないです。上司じゃないです。自分と同じ社員の人、レベルが同じ人。はい。この人に何と言いますか？この時もはい OK ですじゃダメです。わかりましたって言いましょう。はい。これ使ってください。はい OK。友達に言います。はい。ビジネスは友達じゃないです。違いますね。これ大事ですよ。ぜひ皆さん覚えて使いましょう。では、ここまで説明しました。 OK ですね。これかこれ。じゃああとの2つ、ね、でも見たことあるという人いるかもしれませんね。承知です。これは言葉の意味が分かりましたの意味じゃないです。はい、いきます。承知です。読み方ですね。承知です。これは何々を承知ですと言ったら、何かをもう分かっています。知ってます。私知ってますよ。という意味になります。はい、前から知っているの意味です。だから例えばこれです。この計画がうまくいっていないことは承知です。そうです。知ってます。このビジネス、この計画うまくいっていないんですよね。はい、知ってますという時に承知ですと言います。だからここで承知です。はい、知ってます。もう知ってますよと言ったら、ここね、はい、もう知ってますよ。すいません、50個もうちょっと送ってくださいと言ったら、はい、知ってますよ。あなた足りないですよね。私送ろうと思ってました。その意味になってしまいます。違いますね。ダメでしょう。だからここは承知ですです。使いません。そして最後、承知じゃなくて漢字が違う。了解しました。了解しました。これ日本にいる人よく聞いたことがあるかもしれません。はい、これ了解するという言葉ですね。意味は分かった。はい、分かりましたの意味です。そうなんです。了解です。これは承知する、分かりましたと意味は同じになります。はい、分かりました。実はとてももっと詳しく説明すると意味ちょっと違うんですけど、簡単に言うと確かに同じです。分かった、承知すると了解、意味同じと考えていいですよ。ですが気をつけてください。これ日本人もたくさんの日本人間違えています。これですね、上の人に使う、自分の会社の上の人、上司とか、または外の、取引先です。ビジネスをしている相手の人に使ったり、自分のお客様、私ホテルで働いています。ホテルのお客様に使います。お客様に、はい、承知しました。やめてください。使わないでください。はい。これ日本人でも使っている人が多いです。実は。ですがこれは実は丁寧ではないと言われています。はい。使わないでください。はい。簡単に言うと間違えた使い方です。はい。理由はありますが今細かく言わないです。だけど、例えば承知いたしました、承知しました、承知じゃないですね、了解です。失礼しました。了解いたしました、了解しました、了解です。これ全部使わないでください。上の人に使わないでください。はい。そしてこれ使ってるとつい慣れてしまって習慣で使ってしまいます。会社でも例えば同僚にも言ってしまうとか、同僚にさっきね、同じレベルの同僚に
言う時も使ってしまうかもしれない。同僚に言うのはまだそんなに変ではないんですが、同僚にも言うとやっぱり口が覚えてしまいます。頭が覚えてしまうから使わない方がいいです。わかりました、使いましょう。もうこれは忘れてください。これ、頭からさようならしてください。日本人が言っていてもあれは使わない方がいい日本語と思ってください。使わないでください。気をつけてください。はい。メールを書くときも同じですよ。メール書くときもこれは使わない。はい。お願いします。頑張ってください。こういうことがあるんです。日本人も間違えている。ビジネス敬語間違えてる。実はたくさんあります。はい。ですので、だから日本人も勉強するんです。はい。ビジネスの、本を読んだり、本当に読んだり先輩に聞いたりして勉強するんですよ。そうです。ですので、もちろん皆さんは全然わからないと思います。それはそうです。はい。ですので、私クラスでやってますので、もしよかったら一緒に勉強しましょう。勉強しないといけないこと、しなければいけないこと、ビジネス日本語たくさんあります。テーマがいっぱい。はい。会話もそうだし、メールの書き方もそうですし、いっぱいルールがあるから、この時はこれ使う、この時はこれはダメ、同じ使い方ダメですとかあります。はい。またはこの人に使っていいけどこの人には使ってはいけませんとかあります。はい。これは綺麗な日本語使いすぎです。同僚だからそんなに綺麗な言い方しなくていいですよとか、後輩にはそんな丁寧な言い方したら反対に変ですとかいろいろあります。はい。ですので、勉強することいっぱいあるんですね。はい。ですので私もすでにクラスの人と毎週勉強してますので、もしよかったら勉強しましょう。皆さん、アルバイトとか仕事の時日本語を使っていますか？仕事の日本語、ビジネス日本語、大丈夫ですか？あなたのビジネス日本語は正しいですか？仕事の時では使ってない。でも将来使いたい。日本人と仕事をしたいからとか、日本の会社に入りたいから日本語を使いたいです。日本語を使って仕事をしたいです。でもどうやって話せばいいですか？とか、メール、ビジネスのメールどうやって書けばいいですか？これどちらも難しいです。会話も難しい、メールも難しいです。はい。これどちらも日本人にとっても難しいです。はい。これ日本人も勉強しますよ、実は。はい。難しいからです。はい。私、ズームレッスン、ズームを使ってレッスンをしています。そこでビジネス日本語を教えています。はい。今は毎週日曜日19時、夜の7時から1時間、学生さんと一緒にビジネス日本語を勉強しています。はい。ぜひ勉強したいなという人、来てください。はい。だいたいレベルは N3 合格した後ぐらいから、 N3 は大丈夫です、持ってますぐらいのレベルの人だったら大丈夫だと思います。はい。ぜひよかったら来てください。そして私この情報、Twitter からも連絡をしてます。 Twitter してる人、私をフォローしてください。この、リンク Learning Japanese@ 日本語クラス、このリンクも下に貼ってあります。はい。ぜひ私をフォローしてください。いろんな情報これから、もっともっと出していきます。今日はこの書いてあることね、1ページ、2ページ、3ページあります。はい。で、今日最初に全部読んでみます、私。うん。で、どのくらいわかるかなと
いうのをちょっと自分でチェックしてみるといいかもしれませんね。それから一緒にちゃんと読んでいきましょう。確認しましょう。で、今日の話の難しさね、難しさレベルがいろいろありますよ。 N1 の中でもうわこれ難しいっていうのと、これはそんなに難しくないっていう問題が本当にテストにいろいろ出るんですね。で、今日の問題私とやるのは一番5つが難しい。星5つ一番難しいけど星3つぐらいだからまあまあ難しいってことですね。はい、じゃあ読んでみましょう。いきますよ。もう見たくないですって人は耳だけで聞いていいし、読みたいって人は一緒に私と、漢字の読み方とか意味とか分かるかなっていうのをチェックしながら、全部読んでみましょう。まず全部最初に読みますね。いきますよ。はい、最初はこれ。生徒が自ら学ぶ場合、指導者はいらないという仮説は自己学習の自立性を前提としている。はい、そして次いきます。今日は読み方一つも書いてないですからね。はい、いきます。インターネットでの情報収集は可能だが、指導者は知識の体系化や批判的思考の促進など学びを深める重要な役割を果たしている。はい、そして次が最後です。完全に一人で学習できる状況は理想ではあるものの、現実には指導者のガイドが学びをより豊かにする要素だと言える。はい、ここまででした。はい、ちょっと今日のは本当の試験の短い問題よりちょっとだけ短いです。もっと短いです。だから本当の試験はもうちょっと長いです。はい、このね短い問題のねよりもちょっと長いのが試験に出ますね。はい、じゃあ行きましょう。どのくらい分かったか。はい、じゃあ1ページずつ確認します。生徒が自ら学ぶ場合、指導者はいらないという仮説。はい、最初にテーマが書いてあって少し分かりやすいです、この話は。はい、生徒が自ら学ぶ。自らっていうのは自分の字ですよね、これ。だから自らっていうのは自分でって意味です。生徒、学生ですね。生徒が自分で学ぶ場合、学ぶ、勉強するですね。自分で勉強する場合、指導者はいらない。指導者は教えてくれる人、先生のことですね。もちろんこれ学校の先生だけじゃなくてもいいんですよ。何か趣味で何かを勉強している。で、それについて詳しい誰か、隣のおじさんとか自分の親とかそういうのでもいいです。その人も指導者になりますね、教える人だから。で、だけど学生さん、勉強してる人が自分で勉強する場合は先生はいらないという仮説っていうのはそういうことがあるかもしれないと考えることですね。仮説は自己学習の自立性を前提としている。自己学習、自己は自分のことですよね。自分で勉強することの自立性、これは本当に難しいですね。 N1 レベルのいい語彙ですね。これね、覚えましょう。自立性と言います。性と言ったらね、もう知っていると思いますが、何かの特徴ですよね。例えばとても心配してしまう人は心配性っていうし、はい、何々症、不安症とかね、不安になりやすい症とかね、症ですこれね。自立性、ここでは性と読むけど、そうだな、これ自立っていうのは自分でやるってことです。自分でやる。他の人に教えてもらうとか、頼る。分かんないから教えてくださいとか、そういうこともしないし、自分でやりますって。
自分で決めたことだから自分でやりますっていう時なんかこれ自立性です。はい。で自己学習の自立性を前提としているっていうのはよく JLPT に出てきますね、言い方。この条件があるからこれでやります、これでしますってこと。だから前提、例えばそうですね、 JLPT は特に条件がないんですよね。試験受けるとき、例えば N1 受ける人は N2 を持っていないといけません、合格していないと入れませんということはないから、N2 の合格を前提としているとは言わないです。何もテスト受けたことない、合格してないけど N1 を最初から受けるっていうことはやってもいいですよね。だから前提としているとは言えなくて、例えば何々を前提、何かの条件って思ってください。何かができているから次のことができるんですっていうことなので、ここでは、学生が自分で勉強するっていうのは先生いらないんじゃないですか、自分で勉強するから先生いらないんじゃないですかという考え方は、それは、自分で勉強する、という自立性だから、自分でやるっていう気持ちがある、そして自分で行動できる、それができるっていう、その自分でできます、一人でできますっていうことがあることが条件ですって言ってる。もっと簡単に言うと、もう勉強したいんですから別に先生いらないってこと。 JLPT の勉強でもいいですよ。例えばJLPT の勉強したいとか、漢字の勉強したいとかね、漢字って綺麗だから書いてみたいっていう人結構ヨーロッパでとかアメリカとかでもねいらっしゃいますよね。でも書きたいけど先生に教えてもらわなくていい、見て自分で同じように書けばそれでいいです、自分でできるっていう場合で、それはもう自分でできる、自分でやってみたいって思ってますよね。だからそれが学習の自立性です。その気持ちを持っているってことがここの学習の自立性に入ります。これですね。でも自立性がない人の場合は学校に通ったりするんですね。例えばもう自分一人じゃできないからもう3日しかできないんです、4日目からはもうやりたくないって思います、いつも失敗するんですって人はちょっと自立性が弱かったり、または自分でもやりたくないんだけど親がやりなさいと言ってるから勉強しますっていう人、その人はあまり自立性はないですね。そうなので、そういう人は先生が必要です。だけどいや自分でやりますって人は先生いらない、そういう話。はい、これがまずテーマです。そして、次行きましょう。インターネットでの情報収集は可能だが、ここですね、ここは簡単ですね。インターネットで何か情報を集めることはできますが、できるけど指導者は知識の体系化や、ここ難しい。先生は知識は大丈夫ですね。knowledge です。知識の体系化という言葉はかなり難しいですね。これは何かを知識では持っている、これはこうなんだって知ってるけど実際に使えないというのは、それは体系化していないです。知識もある、でも知識もあるし、その知識を実際自分で使えるというのが体系化です。だからどうしても例えばとっても頭のいい子供で自分でいっぱい本を読んでる、だから知識はいっぱいあるんだけど経験とか実際その知識を使って何かをやっていない、やったことがないとそれは実際すぐ使えないですよね、その知識は。だからその子供の知識はまだ体系化してないんですね。
あこういうことがあるんですね、分かりました、知りました、ここでっていうだけ。そうだけど先生がいると、教えてくれる先生がいると、こういう知識を教えてもらうだけじゃなくて、先生が例えばこれはこういうふうに使えるよとか、その本に書いてないこととかを教えてくれたり、実際授業の時にじゃあ何々を実験してみよう、やってみようとかで、実際一緒に先生とやって、ああ本当だっていうふうにこう体に入ってくる、知識が体に入ってくるっていうことが先生がいるとできますねと言ってる。これができるし、批判的思考、これはでもちょっと分かりやすいかもね。批判は分かりますね。何かの意見に賛成しますじゃなくて反対する。いやちょっとその意見はみんないいですねと言ってるけど、私はそれはちょっとここの部分は良くないと思います、どうします、そのままでいいですかとか、良くないところを見つける力とか、良くないことを良くするように考える力、その考え方ですね。そういう批判的な考え方、思考って読みます。これ思考です、考え方です。思って考えるってね。はい、だから本当にそれでいいのかなって考える、その力ですの促進。促進もすごく大事ですね。もう N2 から大事な言葉なんですけど、促進はその何かの能力をどんどん高める、高くするっていう意味です。促進する。だから、高くするのはこの体系化とこの批判的な考え方を高くするっていうことですね。それを先生がいるとできると言っている。はい。で、学びを深める重要な役割を果たしている。はい。勉強するときに、もっと深いところまで理解する重要な役割。だから重要な役割を果たしている。果たすはするってことです。達成するでもいいです。達成するも N1 の語彙ですね。重要な役割をしているってこと。誰がしてるかといったら、それは指導者はです。先生はってこと。もう一回簡単に言うと、これは前からつながっていて、先生はいらないんじゃないですかという意見があるけど、インターネットで情報はいろいろ集められます。そうですね。でも先生がいると、いろんな知識が、もっと具体的になる。もっと体に入ってきたり、いろんな考え方がもっとできるようになるから、先生というのはすごく大切な人なんですよと言っている。だから一人でね勉強できるんですけど、確かに今インターネットでねいろんなことを勉強できるんだけど、先生というのはやっぱりいるともっと、理解が深まるってことですね。深くなる。はい。そして最後ちょっと言ってみます。ここねそんなに難しくないと思います。いきますよ。完全に一人で学習できる状況は理想ではあるものの、はい、ここまで、完全にですね、100% ですね、一人で学習できるはもちろん学生が一人で勉強できるそのシチュエーション、状況はもちろん理想というのはそうなったらいいですねってことです。それがいいですね、その状態がいいねってこと。理想ではあるものの、これは文法ですね。大事です。あるもののって言ったら、これはですが、でもの意味です。しかしの意味です。何々ではあるものの。知らない人は、文法の本見てください。これ N2、N1 どっちにも書いてあるかもしれない。はい。何々あるもののです。ですが、でもです。現実には、実際はですね、指導者のガイドが学びをより豊かにする。豊かっていうのはもっといいものにするってことですね。いいものにする要素だと言える。要素っていうのは何かの、一つのポイント、大事なこと
っていう思っていいと思います。はい。だから一人で勉強できるのは確かにとてもいいんですが、実際は指導者のガイドだからこう連れて行ってくれる、教えてくれるってこと。先生が何か教えてくれて、勉強するともっとよりっていうのはもっともっとの意味ですね。もっと深く勉強がよくわかるようになる。または、本に書いてないインターネットではわからなかったことが先生のがいることで先生から直接教えてもらうことで、もっとわかるようになるっていう意味です。で、だから先生がいると先生がいる先生がいるとその理解が学びが勉強がもっと深くなる、すごく大事な人だと言えます。そうですっていうこと、言えるっていうのはそうですねっていう意味です。はい、っていう話でした。はい、どうだったでしょうかね。難しいかもしれないけど今私と一緒に読んで少しでも分かればいいんです。はい、20% でも 30% でもいいんです。はい、全然分かんなくても漢字の読み方今ちょっと覚えると、今日のは N1 の漢字たくさん出てましたので、はい、この自立とかね、はい、覚えておくとまた少し合格に近づきますので、漢字もねもちろんテスト出ますからね。はい、ということで、もっと私の YouTube チャンネルでもいろいろ勉強できます。はい、読む練習 N1 のレベルのものも YouTube にあるし、あと合格の方法というのを前に説明しました。これとかリーディングはどうやったら合格するかというのね、はい、チャンネルにありますので、じゃあ今日リンクを、コメントに書いておきます。ぜひ見てみてください。これはね毎年皆さん見て、使ってもらってますので、はい。そしてもっともっと詳しく勉強したいという人は私のオンラインレッスンでビデオありますので、はい、N1 と N2 ありますので、ぜひ使ってください。これ見て毎年たくさんの人がJLPT に合格してます。はい。そして、プライベートレッスン、私のプライベートレッスンで、読解を一緒に私と勉強している人もいます。はい。試験近いので、読解だけじゃなくて他の文法とか漢字とかも一緒に勉強している人もいます。いろいろです。はい、よかったら使ってください。詳しくは私のオンラインレッスンのリンクを見てください。リンクは今日のコメントのところに書いておきますね。はい、そこからいろいろ見られます。はい。読解の勉強の仕方、どうやってしてますか？自分の勉強です。あなたの勉強。どうやって読解勉強してます？うん。で、本を使って勉強します。もちろんです。そうそうそう。もう本使って勉強しますね。もちろん。でも、どうやって勉強してる？はい。とか、読解の答えの探し方。答えの探し方。これ意味は問題が1、2、3、4あって、答えはどれですか？一つ丸してください。選んでくださいですね。これどれが答えですか？どうやって答えを選びますか？どれが答え？例えば私は3だと思います。どうやって決めましたか？これ大事です。はい。ね、この2つはもう大切です。もちろんです。勉強の仕方。どうやって勉強してますか？テストまでどうやって勉強しますか？準備しますか？そうと、答え出すとき、どうやって出してますか？答えの探し方。この2つ、間違えているとダメです。全然できないです。はい。ですが、これ、私、もう10年以上学生さん教えてきました。もう何千人、2000人以上教えてきてるんですが、
読解できないです、間違えますという人、なかなか合格できないという人は、やっぱりこの2つができてません。できないです。間違えてます。はい。あ、はい。一生懸命勉強してるんだけど、あなたの勉強の方法だと、残念ですが合格できないですよというのが、私はもうわかります。見ていて。はい。そうですね。せっかく勉強してるのに、時間を使ってるのに、意味がないんです。はい。答えの出し方も違う。探し方も違う。おー、そうね。語彙はあなたわかるし、漢字わかってるし、もう文法もわかってるのに、答えの出し方で違いますね。これじゃあもう全然できるようになりません。はい。でもこういう人多いんです。はい。そのままだと、これできない、またできなかった。これになってしまいます。はい。悲しいですね。そう。だから意味がない練習は意味がないです。合格できないです。はい。そう。意味がない勉強の仕方、ずっと頑張っても合格はできないです。残念ですが、できないです。答えの探し方も、これもちゃんと方法があるんですね。はい。それも、うん、テストの時間決まってますよね。この時間の中で答えを出してください。時間が決まっている。短い時間でも答えが出せます。はい。これ知らないと、ずーっと合格できないです。JLPT 合格できないですね。残念ですが。うん。ですので、これを、私、教えたいと思います。はい。これ知ってると、あ、そっか。あ、前より簡単に読めます。皆さんよく言います。あ、そっか。そんなに大変じゃないですね。合格するためにすることはそんなに大変じゃなくなった。もっと前より簡単になりましたという人多いです。はい。読解も教えてます。はい。でも YouTube じゃありません。YouTube ではほとんど教えていません。教えてるのは私のオンラインコースの中です。そこでビデオレッスンがあります。はい。これも YouTube で見ることができません。はい。できません。ですので、リーディング読解の勉強で困ってる人、ぜひ私のオンラインコースに入って、ビデオレッスン見てみてください。はい、どうやって勉強すればいいか、読解、あと1ヶ月とちょっと何の勉強をよくたくさんしたらいいのか、どうすれば合格近くなるのか分かります、これで。はい、であと試験の時間、どうやって時間使えばいいか、それも説明してますので、ぜひビデオレッスン入ってみてください。そういう合格するための方法はこの中文のやり方というコースで分かります。はい、ですのでまずここに入って、中文のコースで勉強、次長文のコースで勉強、そして短文のコースで勉強がいいかもしれません。はい、これを見て合格している先輩たちたくさんいます。はい、ですのでぜひぜひ皆さんも使ってください。ね、自分の勉強に使えますので、はい、一人でねどうしようかな、分かんないなと困ってる人、 YouTube でいろんなビデオを探してもあんまりいいのはないと思います。なので、まずこれ見てみてください。はい、早くいい方法を知った方がいいです。時間なくなります。試験の日が来ますよ、早くしないと。ですので、まずこれ見てみてください。N1 のリーディングも同じです。システムは同じ。ビデオレッスンあります。YouTube で見ることはできません。はい。ですので、よかったら、中 N1 の人もぜひこちらの N1 コース入ってみてください。コース3つありますよ。で、このどちらもですね、ビデオレッスンいいところ大きく3つあります。1つ、いつでも見られます。ビデオレッスンですから。そしてリピートできます。ビデオ何回でも繰り返して見られます。はい。最後、本を買わなくていいです。自分で、ごめんなさい、練習問題します。そこでこのコースで。でこの問題は私が皆さんに見せます。 PDF で見せますから、本を買わなくていいです。はい、大丈夫です。
N1 も同じです。本買わなくていいですからね。このリンクから申し込みができます。mosh.jp、 このリンク今日のビデオの下に書いてあります。はい、あとメッセージのコメントのとこにもリンクあります。そこをクリックでホームページにジャンプ、そこから申し込みしてください。待ってます。